内なる中学生が騒ぎます天下の岡部久先生も言葉に詰まるほどのまさにエースコンバットならではのストレンジリアルをこう体現したような飛行機ですよね。早速ですけれども、本日はエースコンバットシリーズの架空機であるアーセナルバードについてお話しさせていただきたいと思います。菅野さん、このアーセナルバードなんですけれども、はい、一言で言うとどんな兵器になるんですか？一言で言いますと超大型無人航空母艦です。このアーセナルバードの特徴について伺ってもいいですか？はい、アーセナルバードはですね、全幅 1.1km、この幅が約 1km もあるという超大型の無人全翼機になります。エースコンバットの世界ではですね、宇宙太陽光発電ですとか、宇宙空間への物資搬送を行うための、軌道エレベーターと呼ばれる大きなタワーみたいなものがあるんですけれども、それの、建設計画を、防衛するためのプラットフォームとして作られました。で、動力はですね、電動の二重反転プロペラです。真ん中のドームみたいなもので、はい、宇宙空間からマイクロウェーブで電気を受けまして、でその電気を持って、プロペラを動かして、航空をずっと飛び続けるという、そういう仕組みになります。翼の下にですね、虫みたいにいっぱい何か UAV のようなものがついてますけれども、はい、これらがですね、約80機、搭載されてまして、 UAV 空母というような運用能力を持って、はい、おります。アーセナルバードの影響を受けた兵器って何かあるんでしょうか？実際の航空機としましてはですね、NASA が研究している、はい、太陽光を受けてずっと飛び続けるっていうソーラープレーンですとか、はい、YB35、同じく二重反転ローターを持った全翼機ですけれども、そういったさまざまな航空機のエッセンスというものを用いつつデザインしてきました。で、無人機であるっていうことが、一番伝えたかったところだったので、いわゆる機種に相当するところにキャノピーとか、操縦室っていうものが見受けられませんし、はい、巨大すぎてこの翼がたわんだ様子っていうのが、物理的に正しくはあるんですけども、ちょっと奇妙な印象を与えたりして、実際の航空機の中でも UAV は、かなり、奇妙な印象を持つものも多いので、そういった、印象を与えられないかなと思ってデザインしました。岡部さん、これを伺って率直な感想どうですか？大きいですよね実際に見たわけじゃないけど、ここがうちだとするとね、はい、近くの駅までこのぐらいですよでもこういう巨大な全翼機ってやっぱり内なる中学生が騒ぎますよね内なる中学生でしかもこう二重反転プロペラがたくさんついてて回るっていう、それがすごいですよね。まあ、現実の世界だとターボプロップエンジンっていうのが使われていて、実はジェット機に勝るとも劣らない推進力を持つということで、こういった機体には大きな回転するプロペラの方が似合うんじゃないかなと思って、はい、盛り込んでいきました。でもこのスケールからするとあれですよね、この内側2機の大きいプロペラ、これ直径100メートル近くありますね。はい。でこれ普通に回すと翼端、このプロペラの翼端近くがすぐ音速超えちゃって、そうですね、あれですよね、超音速プロペラでないと大変ですよね。だから多分ゆっくり回してるんですよね。そうですね。ゆっくり回して推力の出る、そういう特殊な翼形になっているんですね。マッハを超えてしまうと水蒸気の衝撃波みたいなものが発生してしまいますけど、きっとアーセナルバードの方ではマッハはまだ超えてないんじゃないかと。で、これも絵にして書かせていただいたんですけど、元ネタになった一つがNASA のヘリオスっていう、はい、これよく上面がソーラーパネルになってて、ちっちゃな電動モーターのプロペラ、これ確か
いろんな形態があるんですけど、一番多い時で14個かなんかプロペラ回すんですよ。14、構造がやばいんで、主翼がこう揚力を発生するとこうそっくり返っちゃうんですよね。でこの模型もこうなってるのはきっとやっぱりこの翼が逆にたわんでるあれですよね。そうですね、二重反転プロペラを回して全翼機で安定して飛ばすのがとても難しくて、今でこそコンピューターで制御しちゃうからアメリカの B2 みたいなのが飛びますけど、こういう技術があれば全翼機もできるんですけど1キロですもんね。そうですよね。それはゲームのシナリオを盛り上げるための方便ではあるんですけど、もし万が一こういった大きなものが作られたらなんか世界はどういうふうに捉えられるかなっていう、そうですね、そういったものを楽しむための設定でもありましたね。で無人機ってやっぱりコックピットがないっていうのが見た目の気持ち悪さですよね。ちょっと不気味なところがありますね。アメリカの有名なRQ4 グローバルフォーク、でグローバルフォークざっくり書くとこんな顔してるわけですけども、ここがほら盛り上がってるじゃないですか。で他の無人機のリーパーとかも大抵こうなってるんだけど、実はこことこパラボラアンテナ入ってるんですね。でこの中通信衛星といつもこうリンクするよ。でこのコマンドを受けたりこっちから情報を送ったりするっていうので、ここら辺のこのぬっぺらっとしたところなんかも無人機の気持ち悪さですよね。で大きくてしかも不気味っていうところがこのあれですね、アーセナルバードのすごいところですね。そうですね。幅も 1.1 キロってすごいですけど、これ実際重さってどれくらいになっちゃうんですか？当時、開発、終盤の時に航空機をたくさん乗っけられる乗り物で、かつこの大きさまで引き伸ばしても違和感のないものとして、空母、実在の原子力空母の10万トンっていう数字を持ってきたんですけれども、本当かっていう気が10万トンっていうと普通怪獣の体重ですよね。そうですね。確かに10万トンだったら空母のね満載排水量なんだけれども、まあ10万トンで悪いことはないんですけどももうちょっと低く小さくてもいいかなみたいな、6万トンぐらいでもね空飛ぶんだったら成立するかなみたいな気がしますけどね。6万トン、実際どうですか岡部さん、これ現実にこういうのって作れそうですかね。まあちょっとマイクロ波送電でここまで大電力を送れるか、つまりねその電動巨大無人機っていうのができるかどうかっていう問題がこれ一つあって、じゃあ普通のエンジンで燃料積むってなるとこれだけのものを飛ばすための燃料っていうのは多分、さらに膨大になるんだろうですが、果たして空を飛ぶかっていうと、まあ飛ぶには飛ぶんだろうけども、どうやってね離陸させるかですよね。そうですよね。実現するためのハードルは非常に高くてたくさんがありますけども、天下の岡部久先生も言葉に詰まるほどの無理やりな夢あふれすぎてダダ漏れになっている航空機だっていうことが非常によくわかります。長時間の、航続時間がある空中プラットフォーム、それでできれば高高度を飛ばしたいっていうのは、例えば気象観測とか、継続的な地球環境観測とか、それから通信中継とか、使い道結構あるはずですよね。そうですね。なんか衛星に近い使い方で、でももうちょっと低いところとかで、いろいろ伺ってきましたけど、岡部さんのアーサルバードをちょっと感想を最後に、いい点と悪い点を一つずつ挙げながらまとめていただいてよろしいですか。いい点はやっぱり意外にありそうなところがちゃんと兵器になって出てくるっていうところが面白いんですけど、困ったところっていうのはやっぱりその全幅 1100m、重量10万トンってどうやって飛ばすんだよっていう、あそこのところは引っかかるわけですけど、巨大な空飛ぶものと戦いたいじゃないですか、戦闘機としては。そうですね。実際その戦闘機でこの巨体の周りをぐるぐる回りながら戦闘を行うことになるんですけれども、
この大きさならではの迫力と、あと、どうやって飛ばすんだっていう想像の余地、その部分が少し未来的ではあるんですけども、はい、エースコンバット7が少し未来の時代に生きかけているっていうことを表す上では、軌道エレベーターと合わせてうまくまとめられていたんではないかなと自負しております。まさにエースコンバットならではのストレンジリアルをこう体験したような飛行機ですよね。そうですね。そう言っていただけると幸いですね。皆さん、今回のお話はいかがだったでしょうか。次回はエースコンバット5より新ファクシについてお話をさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。